スポンジを用いた疑似慢性完全閉塞病変を右冠動脈に設けています。CTO 病変に対するさまざまな手技の練習に用いてください。レトログレードアプローチは完全閉塞病変に対する PCI の重要な手技の一つであります。アンテグレードワイヤーの通過が無理な場合にレトログレードに進みますが、システムはご覧いただけるように左右の冠動脈にカテーテルが留置されます。本キットでは右冠動脈に病変が用意されていますので、左冠動脈から中隔子を介してのレトログレードアプローチになります。レトログレードアプローチは術前に側血行をしっかり見極めることが重要なポイントです。そのための暗行の撮影方向も大変重要です。また、側血行にガイドワイヤーを通過させるためにも特有な技術が必要です。このキットではこのような練習は不可能ですが、その他のレトログレードアプローチに多くの手順の練習が可能になっています。CTO 部分を通過したワイヤーは病変の遠部で真空に入れる必要がありますが、義空を遠位部へ進む場合には手技不成功に終わったり、義空に戻せても病変を越えて帰りが進むために必要以上に長いステントを留置しなければならなくなります。レトログレードアプローチでは帰りを生じる部分は CTO の内部だけに限定することが可能になります。レトログレードアプローチではマイクロカテーテルを側血行を通して病変部、遠位部に導く必要があります。このモデルでは右冠動脈の完全閉塞病変ですので、前下格子の中隔子を利用してマイクロカテーテルを病変遠部に導きます。この場合、実際には投資方向が非常に大事になりますので、それは臨床の現場で習得していただければと思います。このようにワイヤーを中隔子を越えて病変遠部に導いていただいて、ここからレトログレードのアプローチが開始されます。レトロからアンテグレードのワイヤーをマーカーにワイヤーを挿入していくと、筋部の血管系は比較的太い場合が多いので、アンテグレードよりレトロの方が真空内にワイヤーを導くチャンスが多くなります。レトログレードワイヤーを目印にアンテグレードからワイヤーをもう一度病変遠部へ抜き出すことも可能になります。これをキッシングワイヤーテクニックと称します。ワイヤーがどうしても病変を通過しない場合には、病変内でバルーンを解体してスペースを作り、そこへワイヤーを導く方法があります。これをカートテクニックと称します。ここではレトロからのアプローチのワイヤーが筋部に抜けない場合を想定して、筋部から入ったアンテグレードのワイヤーにバルーンを乗せて病変部を解体するリバースカートの方法をお示しします。病変の筋部をバルーンで解体することによって、ここへレトロからのワイヤーの導きが簡単になるようにいたします。で、CTO 病変内にかなりのスペースができたので、レトロからのワイヤーをそこに導くことが容易になります。リバースカートをしておけば、病変筋部から病変内にかけて大きなスペースができていますので、レトログレードのワイヤーを容易に病変筋部に導くことが可能になります。この後、アンテグレードアプローチのガイド過程にワイヤーを導きます。レトロからのワイヤーをアンテグレードのガイディングカテーテルの中でバルーンを解体することによりトラッピングを行い、レトロからのマイクロカテーテルをトラッピングの力を利用してガイディングカテーテルの中まで導きます。レトロからのマイクロカテーテルをアンテグレードのガイディングカテーテルの中に導けた後、ワイヤーを3メートルの長いワイヤーに変えていただいて、アンテグレードのガイドカテーテルの中からワイヤーを対外に取り出します。モデルでは短い
ガイドカテーテルを使っておりますけれども、実際にはここのところは3メートルの長いワイヤーでアンテグレードのガイドワイヤーを通して体外にワイヤーを導く必要があります。通常ここに Y コネクタがございますので Y コネクタを外さなければなりませんが Y コネクタを外すと出血が多くなりますので、例えば4フレンチぐらいのショートのシースを Y コネクタの中に留置していただいて、その中にワイヤーを通していただくと比較的出血量が少ない状態でワイヤーを体外に導くことが可能になります。レトログレードワイヤーがエクスターナリゼーションできましたら、そのレトログレードワイヤーにバルーンを乗せてアンテグレードに一度 CT 病変をマリンニングしてプロキシマールのトゥルール面からディスタル面トゥルール面の道を作成します。アンテグレードのバルーニングが終了しましたら、マイクロカテは容易にレトログレードのワイヤーを乗してディスタルに送り込むことができます。そこでそのレトログレードのワイヤーをバッキョし、アンテグレードからワイヤーを病変、遠位部の真空内へ導きます。アンテグレードのシステムが形成されましたら、アンテグレードのワイヤーにステントを乗せて病変部に挿入し展開していただきます。で CTO の PCI が完成したことになります。